いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。今日はソフトフランスを作ります。最近お気に入りのマヨネーズパンレシピです。ある日ひらめいて、マヨネーズをハード系のパンに入れたらどうだろうと思って試してみたところ、しっとり柔らかくて歯切れのいい食感のプチフランスが焼き上がりました。マヨネーズの香りは全くしないけど、いつもとはちょっと違ったコクがあって、うまく表現できないけどめっちゃ好きな味って感じです。そのままでも美味しいけど、サンドイッチにもぴったりです。ぜひお試しください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。純強力粉、きび砂糖、塩、ドライイースト、モルトパウダー、マヨネーズ、そしてぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。純強力粉の中にきび砂糖、塩、モルトパウダーを入れて空気を含ませるように混ぜておきます。今日は色づきを良くするためにモルトパウダーを入れましたが、ない場合は省略しても大丈夫です。次にイースト水を作ります。30度ぐらいのぬるま湯の中にイーストを振り入れて、このように溶かしておきます。いつもイーストの予備発酵をするんですけど、今日は予備発酵はしません。ハード系のオーバーナイトの場合は、私は、イーストの予備発酵はしない方が美味しいと思うのでしていないです。イーストはぬるま湯には簡単に溶けるので、こうやってくるくるするだけでもうちゃんと溶けています。そしたらこの中に粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。よく混ぜて、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。ちなみに本日の室温は26度です。10分経ちました。ではマヨネーズを加えます。冷蔵庫から出したての冷たいものの場合は少し室温に出しておいてください。軽くなじませて残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。私はいつも1分ぐらい混ぜています。そろそろ1分ぐらい経ったかな。生地の状態はこんな感じです。これで OK です。ボウルの周りをきれいにします。その後下から上へすくうようにして表面を整えます。ちょっとね、今日の生地は柔らかめです。はい、こんな感じ。蓋をして、ここからは30度から35度ぐらいの温かいところに20分置いておきます。今日も熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。これを10回くらい繰り返します。このように 4,5 回叩いて生地の表面を整えています。蓋をしてまた20分30度から35度くらいの温かいところに置いておきます。20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。伸びなくなったらこのくらいで OK です。表面を整えます。2倍になったのが分かりやすいように表面を平らにならしています。では蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。
オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。14時間経ちました。生地の状態はこんな感じ。ふっくらと発酵しています。これを台の上に移していくんですが、視聴者様からすごくいいアイデアを教えていただきましたのでシェアしたいと思います。このタッパーをお持ちの方限定なんですが、このタッパーが蓋を外した状態で 70g なんですね。なのでこれごと測って、そこから 70g を引くと生地の全体の量がわかるというものすごくナイスなアイデアを頂戴しましたので、早速やってみたいと思います。では早速測ってみます。 366g、 ここから 70g を引くと 296g ですね。では台の上に移します。粉振ってないところに着地しちゃいました。では4分割します。カードにちょっとね粉をつけといた方が離れやすいかも。生地がとっても柔らかいので切ったらすぐに離すようにします。ちょっと苦戦中。くっついちゃった。はい、 OK。 重さは揃えなくてもいいんですが、私は今日は揃えたいと思います。1つ 74g に揃えます。はい、 74g になりました。では丸めます。粉を振ってから生地をのせます。で、綺麗な面が下でベタベタな面が上です。この上には今日は粉を振らないで丸めていきたいと思います。こんな感じで引っ張って折りたたんでいく感じ。ベタベタな面が全部内側に入って乾いた面が外側に出ます。何回かやっていると表面が張ってきますよね。こんな感じです。そしたらひっくり返して手のひらの上でくるくるくると丸めます。そうすると適当にガスも抜けて表面も張ります。この時は底はしっかり閉じなくても大丈夫。ちょっと張らせるようなイメージで、これで OK です。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせます。ベンチタイムをちょっと長めに30分ほど取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして指先でツンツンツンと広げていきます。綺麗な面が下です。だいたい直径10センチぐらいに広がったら、ここが三角形になるように山を作る感じです。そしてグッと折り込んでいきます。で、巻き終わりをしっかりと閉じます。あまりね、ガスを抜きすぎないように注意してください。キュッと張らせるような感じで整えます。
最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で25分くらいから様子を見ます。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。25分で出してきました。オーブンは今230度に予熱をスタートさせています。今日は加熱水蒸気の機能を使って予熱しています。私のオーブンは加熱水蒸気の機能を使って230度に予熱が完了するまでだいたい9分ぐらいかかるんですが、それまで表面を乾かしておきたいと思います。何もかけないでこのまま放置します。はい、予熱が完了しましたのでクープを入れていきます。まず表面に強力粉を振ります。これね、振らなくてもいいんですけど、振った方がクープが入れやすいような気がするので私は振っています。クープはいつものクープ専用のカッターナイフを使います。ちょっとだけね、刃先をお水にこうやってちょちょってつけるでしょ。そうするとクープ入れやすいと思います。斜め45度にこの刃を倒して一気にきます。苦手なクープ頑張ります。では230度で16分を目安に焼いていきます。はい、焼けました。230度で16分ちょうど焼きました。ハード系の生地にバターや太白ごま油を入れて焼いたことはあるんですが、マヨネーズ入りは初めてでした。マヨネーズに加えて一晩寝かせることで生地が熟成されてさらに美味しくなったようです。マヨネーズの可能性がまた広がりましたね。皆さんもぜひハード系にマヨネーズをプラスしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。